ご視聴ありがとうございます。今回は本州を離れ、九州長崎まで出張です。昨年新駅舎になった長崎駅、ハイブリッドイカ釣り漁船もやってくるこの駅から、ある変わった車両をご紹介します。長所と短所が合わさった個性派車両の姿と、この車両が生まれた理由をまとめて解説します。その形式がこちら、1992年にデビューした787系です。翌年には JR 九州で初めてブルーリボン賞を受賞しています。また、今では同社の車両の特徴となっている文字を四角で囲むスタイルを初めて採用したりと、JR 九州の特徴ある車両たちを語る上で欠かせない存在です。JR 九州で特急列車が走る路線の多くで活躍しており、長崎本線の特急かもめのうち、およそ半数の運用に充当されています。今回ご紹介する車両は、7両編成の中央に連結されていますが、先に通常タイプの車両に入ってみましょう。デッキ部分は、外装とは打って変わって、細かな突起のついた金属の床板が特徴です。客室部分の内装は鮮やかさを抑え、全体的に落ち着いた色彩が特徴です。座席の形状は同じですが、色合いが2種類に分かれているのがアクセントになっています。側面の窓は1席に1枚となっており、飛行機のようなプライベート感が得られます。片側のカーテンがすべて閉められているのは、走行中に太陽光が差し込む方が、あらかじめすべて閉められているのです。間接照明と落ち着いた色合いのせいか、少々暗い感じがしますが、座席の上には読書灯もついています。その上の荷物入れには蓋もついており、これまた飛行機のようなしつらいです。油圧ダンプがついており、開けるのが簡単です。気になるテーブルは、前の座席の後ろにあり、一部の車両には、引き出し式のテーブルもついています。そして今回ご紹介するのが、この編成の4号車に連結されている形式です。小さめの窓が連続する他の普通車とは異なり、窓は一回り大きく、間隔も広くなっています。窓側にはライトがあり、内装も異なるのがわかります。ロゴマークを挟んで奥には、それとも異なる座席が並んでいます。この座席、先ほど見た車両とは作りが違うようです。窓がない部分が続き、その横には扉がありますが、業務用と書かれており、乗降はできないようになっています。車内に入ってみましょう。手前の半分ほどの部分には、4人掛けの個室が6カ所設けられています。中央のテーブルはこのままでも使えますが、隅を開いて広げることが可能です。扉こそありませんが、グループで楽しく利用できそうな設備です。扉にはステッカーもありますが、車両全体が個室になっているわけではありません。中間あたりの仕切りの奥は、先に見た車両とは全く異なるドーム型の天井になっています。この天井、開放感のある内装というだけでなく、車体自体の高さも高くなっており、外から見ると、この部分を境に車体が高くなっているのがわかります。ドームの部分は客室の奥側に寄っており、ライトの位置も座席の位置とは無関係になっています。このライトでは明るさが足りないので、窓の上に照明がついています。天井のインパクトが大きいですが、座席自体も他の車両のものとは大きく異なっています。左右2列ずつの配置は同じですが、中の詰め物が多いためか座り心地は良く、ヘッドレストも厚くなっています。そしてこのシート間隔は、驚きの 1200mm。グリーン車の標準が 1160mm なので、それよりも広いのです。一見するといいことばかりに見えますが、この車内をよく見ると、実はそうでもないことがわかります。座席が離れていることはメリットだけでなく、背面テーブルがない欠点を抱えています。引き出し式のテーブルだけでは、少々物足りないですね。座席の上には読書灯がなく、そして何より、この車両には荷物置きがありません。フックにかけるか足元に置くか。大きめの荷物の場合、窮屈になりそうです。また、端の座席は窓の大きさと位置が悪く、眺望が大きく劣ります。窓の幅も他の普通車より広いですが、座席が中央からずれているため、向きによって眺めに差が出てしまいます。ちなみに長崎本線の場合、下り列車の方が眺めが良く、普通車よりも一回り幅の広い窓から、有明海の景色を楽しむことができます。ここまでの映像でお気づきだと思いますが、このドーム天井の部分は、製造後の改造によって今の形態になったものです。787系がデビューした頃の運用は、鹿児島本線の特急つばめ。92年7月に鹿児島本線の特急有明のうち、
鹿児島まで乗り入れる列車が分離されたことで始まった新しい列車です。運行区間が長くなることから、編成の中ほどにあたるこの車両には、ビュッフェが設けられていました。ドーム型の天井と片側にしかないライトも、この内装を見れば納得です。内装設備の関係上、側面の窓は今より高さの小さいものでした。そして先ほどの扉は、ビュッフェの営業のために設けられたものです。特急つばめの名称は、現在では九州新幹線の種別の一つとなっています。そして紛れもなく、この車両が今の姿になった経緯にも、新幹線が関係しています。九州の大動脈である鹿児島本線の特急として活躍していたつばめですが、2004年、九州新幹線の鹿児島中央、新八代間開業に伴って運行区間が短縮され、名称もリレーつばめに変更されました。そしてこの時ビュッフェが普通車に改造され、元の内装を生かした上で改造されたため、あの内装の車両が出来上がったのです。よく見ると、天井には通気口か何かが埋められた痕跡が残っています。客室の奥にはサービス要員のための部屋がそのまま残っており、周辺のレイアウトもそれを活かした作りになっています。外側の業務用扉と合わせ、この車両の足跡が伺えます。この後も、この形式の変化は続きます。2011年に九州新幹線が全線開業し、リレーつばめは運行を終了。787系はほとんどが他の線区へ転出となりました。側面にあるアラウンド九州ロゴは、この時に付け替えられたものです。現在では九州全域で運行されるこの形式ですが、当初はツバメに充当することを念頭に置いていたため、各所にはツバメのロゴが貼り付けられていました。車内のロゴの下にうっすらと残っているのは、リレーツバメ時代のものです。座席の背面などにもツバメの名前が残っており、ドーム天井の車内には、金文字で刺繍されたベルトやチケットホルダーが残されています。ツバメの名称こそ新幹線に移りましたが、車内にはまだ痕跡が残されています。鹿児島本線の花形運用からは離れたものの、長崎本線では、その俊足ぶりを生かした運行が行われています。一方、鹿児島地区などで運用される編成にはワンマン運転用の改造が施され、4両で運行されるなど、活躍は多岐にわたります。デビューから30年ほどと、そろそろ疲れも見えてきた頃ですが、一部の編成が特別列車に改造されるなど、新たな展開も始まっています。ここ長崎本線を走る編成では、側面の行き先表示器が LED 式になるなど、まだまだ活躍する予感です。ただし、その活躍ぶりは、再び変化の時を迎えています。そのきっかけは、前回と同じく、新幹線です。長崎駅の在来線ホームの隣には、そのホームがすでに姿を現しています。2022年秋の開業を目指して建設されている、九州新幹線西九州ルートは、長崎本線の特急かもめとルートが重なっています。かもめの名称は新幹線の種別に移され、特急かもめはリレーかもめに名前が変わるという、ツバメの時と同じ展開になりそうです。787系で長崎まで行けるのも、そう長くはありません。また、沿線に有明海が広がる区間は、リレーかもめの運転区間に含まれていないため、海が広がる車窓を楽しめるのもあと少しです。今回ご紹介した車両は、列車によって扱いが異なり、指定席の場合もあれば、自由席の場合もあります。自由席の場合、個室も含めて丸ごと自由席となるため、乗り比べしてみるのも面白そうです。ご視聴ありがとうございました。